相場を動かしているのは大口投資家、銀行や証券会社、ヘッジファンドなど大きな資金を組織で動かす機関投資家とも呼ばれる人たちですが、彼らが今買いを狙っているのか売りを狙っているのか知る方法はないだろうか。そんな疑問を持ったことはありませんか？実はそうした大口投資家のポジション動向を知る方法があるんです。今回はその見方を徹底的に解説します。相場を動かしている人たちが今どこに向かっているのか、その方向をつかめるようになりたいという方はぜひ最後までご覧ください。では早速本題に入っていきましょう。まずそもそもですね、大口投資家のポジション動向なんてわかるのかと疑問を持つ方もいるかもしれませんので、その仕組みとわかる範囲を解説していきます。どうやって知るのかという点なんですが、これは先物取引のポジション動向を見ることでわかります。先物取引っていうのは聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に説明をするとですね、大豆とか小麦、トウモロコシなどのそういった商品について、将来の決められた日に決められた価格で受け渡しができることを約束する取引です。これだけだとピンとこないと思いますので、例を挙げたいと思います。例えば皆さんがパン屋さんを営んでいるとしましょう。そしてそのパン屋さんでは小麦を引くところから自分で行ってパンを焼いているというふうにします。なので原材料である小麦を定期的に仕入れないといけないんですが、ただ小麦の価格っていうのは日々変動していますから、価格が高くなってしまうと原材料費が高くついてしまうんで、利益が減ってしまいます。ですので将来もある一定の価格で小麦を調達できるように、その権利をあらかじめ売買するんです。これが先物取引と呼ばれるものなんですけれども、今紹介した以外にも様々な商品が先物取引の対象になっています。ココアであるとか、原油とかゴールドとかですね。あとは金融商品だと株価の指数や金利、それから通貨、為替 FX ですね。こういった商品も世界中の先物取引市場で取引されています。ですので、こういった先物取引での売買動向を見ることで、今相場を動かしている大口投資家たちがどっちの方向を狙っているのかをつかむことができるということになります。で、ここまでのお話を聞いて、先物市場の価格や値動きと現物市場の価格や値動きが違ってたら、ポジション動向は参考にならないんじゃないのって思った方もいるかもしれませんが、これは両者の価格は基本ほとんど同じになると思っていただいて問題ないです。こちらはアメリカの三大株価指数の一つである SP500 の先物のチャートなんですが、ここに実際の指数の値動きを重ね合わせると、ほとんど同じだということがわかると思います。このローソク足が先物の値動き、赤のラインで示したのが実際の指数の値動きとなっています。で、これラインだと分かりにくいということであれば、両方をですね、ローソク足に変えるとより分かりやすくなると思います。このような形で緑と赤のバーが先物の値動き、それからこの青と黄色のローソク足が指数の値動きとなります。これ見ていただいて分かる通り、ほとんど同じだということが分かると思います。ですので、先物市場における大口投資家の動向を見ることというのは、先物価格と現物価格がほぼ同じなので、現物市場における大口投資家の動向として捉えることができるということですね。ではですね、世界中で行われている先物取引のうち、どこの先物取引データを見ていくかっていうことなんですけれども、これは世界最大の金融市場と呼ばれるアメリカの先物取引所のデータが毎週公開されていますので、これを分析していくことで大口の動向をつかむというものです。中でもアメリカで最も大きい先物取引所と言われるシカゴのマーカンタイル取引所。ここでは小麦や大豆などのコモディティと呼ばれる商品から、為替や金利、株価指数などの金融商品まで幅広い先物商品が取引されています。そしてシカゴのマーカンタイル取引所以外にもアメリカ各地には様々な先物取引所が存在し、これらの取引所での取引データというのは毎週アメリカの先物取引市場を監督する機関である CFTC、商品先物取引委員会という組織に報告されます。そしてこの CFTC から毎週一般公開されるという流れになっています。この CFTC から毎週公開される取引動向のレポートのことをコミットメントオブトレーダーと呼びます。これがそのコミットメントオブトレーダーと呼ばれるレポートなんですけれども、これ見ると見た目かなりクラシックですし、英語ですし、こんなの見られるかどうか自信がないって思う方も多いと思いますが、安心してください。もっと見やすいものがありますので、後ほど紹介していきます。この CFTC のレポートの中で、為替の先物取引に関しては、シカゴマーカンタイル取引所が最も大きなウェイトを占めるということで、特に IMM ポジションなんて呼ばれたりします。ここにシカゴマーカンタイルと書いてありますよね。で、日本語の情報だと、この IMM ポジション動向という言葉で報道がされることが多いです。CFTC という組織から公開されるコミットメントオブトレーダーというレポートの中で、さらにシカゴマーカンタイル取引所の取引動向が IMM ポジション動向と呼ばれるということですね。ちなみにこの頭についている IMM というのはシカゴマーカンタイル取引所にあった為替の先物を取り扱う部署の名前だそうです。いずれにしてもシカゴマーカンタイル取引所で取引されている為替先物の取引動向だと
いうことが分かっていれば大丈夫です。それではここからは IMM ポジション動向を使って大口投資家のポジション動向をどうやって見ていくのかを解説していきたいと思います。今回は皆さんの注目度も高いであろう為替の日本円とユーロ、この2つの動向を例として見ていきます。まず円からいきましょう。こちらがその IMM のポジション動向のうち日本円の売買動向を示したものになります。サイトは外為 .com のものです。先ほど紹介したクラシックな見た目のものと中身のデータは一緒なんですが、こちらの方がだいぶ見やすいかと思います。このページについては口座を持っていても持っていなくても閲覧することができます。リンクは概要欄に貼ってありますので参照してください。まずこのチャートの見方なんですけれども、ヘッダのところを見ていただくと、シカゴ通貨先物というふうに書いてありますよね。これがつまり動画の前半で解説したシカゴのマーカンタイル取引所の取引データを表示しているということを意味します。そしてその後にノンコマーシャルというふうに書いてありますが、これが何を意味するかという点なんですけれども、先物市場の登場人物は大きく2つ存在します。一つは冒頭のパン屋さんの例で解説したように、事業上の必要性に迫られて先物取引をしている人たち。この人たちのことを商業筋、英語ではコマーシャルと言います。で、もう一つは差益が得られればいいと思って先物商品売買をしている人たち。この人たちを投機筋、ノンコマーシャルと呼びます。一般的に言うトレーダーですよね。そして大口投資家の動向を見るには、この投機筋の動向を見ていれば問題ありません。外為 .com のサイトでもノンコマーシャルのみを表示するようになっています。ではチャートの中身を見ていきましょう。まずはこの赤のラインですね。これがドル円のレートです。皆さんが普段目にしているドル円のチャートと同じものをラインチャートとして表示しています。で、直近の動きを見ていくと、2024年7月の頭に160円をつけて、9月には140円をつけるまで下落しています。そしてこの薄い青のラインが円の買いポジションを表します。ドル円の買いではなくて、円そのものの買いということを表しますので注意してください。この薄い青のラインに関しては、ゼロのラインよりも上で増加すれば増加するほど円の買いが増加しているということを表します。はい。そして黄色のラインが円の売りポジション。これに関してもドル円の売りではなくて円そのものを売っているポジションという意味です。黄色のラインに関してはゼロのラインより下に行けば行くほど円の売りが増加しているということを表します。最後この青いバーですね。これが円の買いと売りを差し引きで計算したネットポジションになります。青のバーがゼロのラインよりも下に出ているときはネットポジションがマイナスなので、つまり円の売りが円の買いよりも多いということ。反対に青のバーがゼロのラインよりも上半分に出ているときは、円の買いが円の売りよりも多いということを意味します。さて、それではですね、直近3年ぐらいのドル円の動きと投機筋のポジション動向を見てみましょう。この動画2024年の9月に撮影しているんですが、直近3年間というのは大きく円安が進行した時期でした。その円安が急激に始まったのが2022年の3月ですね。ここがちょうど2022年の3月に該当するんですけども、この後のドル円のレートを見ていくと、このように大きく上昇していることがわかります。3月の頭には1ドル114円だったのが、1ヶ月後には1ドル124円台まで円安になっています。この時何があったのかというと、米国の中央銀行である FRB が利上げを開始したんですね。一方の日本はというと、大規模金融緩和を実行しており、政策金利はマイナス。利上げをしている米国と超低金利が続く日本の間での金利差が意識され、市場では円売りが拡大した時期でした。この時の投機筋の動向を見ていくと、利上げを始めた3月から5月ぐらいまでは、一気に円売りポジションが拡大していることがわかります。青のバーが下方向に増えていますよね。これはつまり円売りポジションが積み上がってきているということを意味します。そしてそのままドル円の上昇は続き、2022年10月には1ドル148円台まで上昇します。すると今度は一転してドル円が下がり始めたんですが、ここは何があったか覚えてらっしゃる方も多いかもしれません。日本政府による円買いの為替介入というものが行われました。またこの時期は同時に FRB が利上げ幅を縮小するという観測も出たことで、ドル安方向にも触れた時期でした。この2つの材料により、ドル円が急激に下落したということで、それまで円売りポジションを積み上げていた投機筋が、利益確定などでポジションを解消していくのに伴い、円売りポジションが縮小していることがわかると思います。この部分、黄色のラインが上昇していますよね。つまり円売りが少なくなっているということを意味します。また青のネットポジションのバーを見てもバーが短くなっていますので、これはネットの円売りポジションが縮小しているということを意味します。これまで大量に積み上げてきた円売りポジションを利益確定もしくは損切りで手締まえば、それだけ円売りのポジションは減るということですね。さてこのドル円の下落なんですが、2023年の1月まで続きます。当時のレートで見ると127円台まで一気に下落してきたわけなんですが、この頃から再び円売りポジションが増えていることがわかります。
青のバーが下方向にどんどん拡大していますよね。そしてそれに対応するようにドル円も再び上昇に転じ、2023年も一直線に上昇して、2022年の為替介入から1年後の2023年11月には1ドル151円を記録します。この時期の投機筋の円売りポジションを見ても、2022年以上に積み上がっていることがわかると思います。その後年末にかけてドル円は少し下落しますが、この時も円売りポジションが減少していることがわかります。さて翌年の2024年年初は144円台からスタートしたドル円相場ですが、年明けから円売りポジションが拡大し始めます。この青のバーの伸び具合を見ると、2022年や2023年をはるかに超える勢いで伸びていることがわかります。そしてそれに対応する形でドル円も上昇を続け、7月の頭にはついに160円を突破します。そして7月の半ばになると、再び日本政府による円買い介入が行われます。またこの時期は米国の CPI、消費者物価指数が弱含んだこともあってドル安に触れた時期でもあります。さらに7月の末には日銀が利上げを行いました。政府の円買い介入と米国の経済指標の弱含みによる利下げ観測の台頭、そして日銀の利上げという3つの材料が重なって9月に140円をつけるまでドル円は大きく下落します。この間の投機筋のポジション動向を見ていくと、直前まで積み上がっていた大量の円売りポジションが急激に減少していることがわかります。そして注目すべきがこのポイント。8月13日を境にして青のバーがこれまで下側で推移していたのが上側にシフトしていることがわかります。これはつまり投機筋の円買いポジションが円売りポジションを上回って差し引きのネットポジションが円買いに傾いてきたということを意味します。もう少しデータの期間を広げて、最後に投機筋のポジションが円買い優勢だったのがいつだったのかを見ていくと、2021年の3月になっています。ですので、およそ3年半ぶりに投機筋の動向に変化が現れたということで、これは大きな変化だということになります。このようにして見ていくと、過去数年間のドル円の動きに対して、投機筋のポジションがどのように影響を与えているかがわかると思います。では続いてユーロについても見ていきましょう。ユーロに関しては円の例では見られなかったパターンも出てきますので、その点にも注目してください。ユーロのポジション動向のチャートの見方なんですけれども、赤のラインがユーロドルのレート、薄い青がユーロ買いのポジション、黄色がユーロ売りのポジション、そして青のバーがユーロのネットポジションという形です。ユーロについてもですね、直近3年ぐらいの動きというのを見ていきたいと思います。まずドル円と同様に FRB が利上げを始めた2022年3月以降のデータを見ていきたいと思いますが、このあたり2022年の3月から6月ぐらいにかけては、投機筋ポジションはユーロ買いに傾いていました。この期間ですね、青のバーが0のラインよりも上に位置していますので、ネットポジションはユーロ買いに傾いているということです。はい、一方で赤のユーロドルのレートを見ていくと下落しています。つまりユーロが売られていたということですね。2022年というのは覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、1年を通じてドルどっぽ高の年でした。そしてユーロに関して言うと、ロシアのウクライナ侵攻が2022年の2月に起こったということで、ユーロも年間を通じて弱含んだ1年でした。ですので、この2022年の3月から6月にかけての時期ですね、投機筋のポジションがユーロ買いに傾いていますが、そうだからといってユーロドルが必ずしも上がるとは限らず、こういうこともあるということですね。そして6月以降になると、投機筋のポジションもユーロ売りに傾き始めて、ユーロドルの動きと投機筋のポジション動向に整合が見られるようになっていきます。はい。そして今度は2022年の9月以降なんですが、投機筋のネットポジションが再びユーロ買いに転じます。ではなぜこの時期にポジションが転換してきたのか、疑問を持つ方もいると思いますので、そこをお話ししていきます。特に水色と黄色のラインに注目してもらいたいんですが、水色のユーロ買いのポジションがそれほど変化していないのに対して、黄色のユーロ売りのポジションはかなり目立つ形で減っていますよね。この時期に何があったのかというと、米国の経済指標が弱含んだことで、それまで FRB が行ってきた積極的な利上げのペースを減速するのではという観測が生まれ始めた時でした。2022年というのは覚えている方も多いと思いますが、世界中で急速にインフレが進んだ年でしたよね。このインフレ退治のためにアメリカの中央銀行である FRB はほぼ毎回の金融政策決定会合 FOMC と呼ばれる会合で 0.75 ポイントという超大幅利上げを継続していたわけなんですけれども、経済が少し減速する兆しが出てきたということで、利上げはそろそろピークなんじゃないかという期待が市場に生まれます。
それまではドルどっぽ高ということで、みんながドル買いのポジションを積み上げてきたわけなんですが、この経済状況の変化によって、それまで積み上げてきたドル買いポジションの利益確定が行われ始めます。9月までの時期というのは、ドルを買ってユーロを売るポジションが積み上げられてきたということになるので、それを解消するとなれば、ユーロ売りのポジションが減っていくということになります。だからここを境にして、黄色のラインのユーロ売りが減っているというわけですね。そしてそれは同時に、それまで大量に買いまくっていたドルを売って、ユーロを買い戻すということを意味します。FX というのは2国間の通貨の両替です。ドルを売ってユーロを買い戻す動きはユーロドルの通貨ペアにとっては上昇圧力になります。だからここを起点にしてユーロドルが上昇に転じているというわけですね。そしてその後もユーロ売りのポジションは減少が続いて、ネットポジションはユーロ買いの状況が続きます。この2022年の9月ぐらいから2023年の7月ぐらいかけてですね、このあたりというのはユーロのネット買いポジションが増加するに従ってユーロドルのレートも上昇するという綺麗な対応が見て取れます。では次の動きを見ていきましょう。今度は2024年4月付近の動きです。2023年の8月頃からユーロのネット買いポジションが緩やかに減少してユーロドルも下落する動きが続きます。そして4月にはネットポジションがゼロ付近になるのですが、この4月を境に再びネットポジションがユーロ買いに傾き始めます。一旦山を作って再びゼロになってまた山を作り始めたこのあたりからユーロドルも底堅くなって上昇に転換します。このチャートだとレートの動きが見にくいですので、チャートを表示してみたいと思います。今、ユーロドルの日足を表示してるんですけども、ユーロドルは見てお分かりの通り、2024年の4月から、ちょうどこのあたりが4月になるんですけども、4月から9月に至るまで、すでに半年近い上昇トレンド、このような上昇トレンドにあるわけなんですが、その起点となっている4月というのは、この投機筋ポジション動向において、ユーロが買い越しに転じたこのあたりだということがわかります。ここが5月の第1週目で、ユーロが買い越しに転じたポイントです。そしてその後、ユーロの買いポジションが徐々に増加し、反対にユーロ売りポジションが徐々に減少するにつれて、ユーロドルのレートも上昇していることがわかります。さて、ここまでですね、ドル円とユーロドルという2つのケースを通じて、大口投資家のポジション動向を見てきたわけなんですけども、ここまでの例を見てもわかるように、相場というのは新規のポジションの構築だけではなくて、その解消でも大きな方向性を伴う動きを形成します。ですので、相場の動きと大口投資家のポジション動向を照らし合わせてみるときには、今の相場の動きというのは新規のポジション構築の流れが発生しているものなのか、それとも既存ポジションの解消で発生している動きなのかを見極めることが重要ということになります。ドル円が非常にわかりやすい例だと思うんですが、例えば2022年10月以降のドル円相場におけるこの下落の部分ですね。ここっていうのはドル円が下がっているので、考えられるのは円が買われているか、ドルが売られているか、またはその両方が同時に起きているかの3つなんですけれども、水色の円の買いポジションを見ると、ほとんど変わっていないどころか減ってるじゃないですか。で、一方で黄色の円売りポジションの推移を見ると、円売りが減っています。なので、この下落は別に円がめちゃくちゃ買われているわけではなくて、今まで散々積み上げられてきた円売りのポジションが一時的に解消されている動きというように見ることができるわけです。で、そのように見ることができるようになると、ポジション解消が一段落した時ですね。今のドル円の例であれば、ドル円の下落が落ち着いてきたタイミングで、ネットポジションの方向性がこれまでと同じ方向に留まっているであったりとか、それまでのファンダメンタルズの状況に大枠での変化がない。もしくはそれまでの円安要因であった日米の金利差が再び拡大していくような材料が再び出始めたということであれば、これまでの流れが再開するかもしれないというようにファンダメンタルズも絡めてシナリオを立てることができるようになります。で、気をつけないといけないのは、こういうポイントみたいに、投機筋のポジション動向の方向性が変わった時ですね。この時は相場の潮目が変わっていく可能性が考えられるので、これまでの動きとは違った動きになるかもしれないということで、注意を払う必要があるということになります。はい。では最後に、大口投資家のポジション動向を見るときの注意点についてお伝えしていきたいと思います。まず1点目はデータの遅延です。今回紹介したこの CFTC のレポートなんですが、毎週火曜日時点のデータが集計されて、同じ週の金曜日の米国東部時間の午後3時半に公開されるというスケジュールになっています。ですので、この上の段の1週目を例にとると、水曜日から金曜日までの動向というのは、この金曜日のレポートには反映がされていないという点に注意が必要です。特にですね、ここに例として書いたように、1週目の木曜日に FOMC、金曜日に日銀の政策決定会合が控えているというような週だったりすると、こういうのって最近よくありますよね。こういった週というのは、このイベントがある日に相場が大きく動くわけなんですが、その動きを加味したポジション動向がわかるのは次の週の金曜日ということになります。
ということで、大きなイベントがあったりして、相場が大きく動いたときは、それを加味した動向が見られるまで1週間半ぐらいですね、空いてしまったりするので、その間にまた別の材料が出たりすると、実際にレポートを見る頃には状況が変わってしまっているということも起こり得るわけです。ですので、そういった時間差が生じているという点は注意が必要です。また、米国時間が基準になるので、日本時間でこのレポートが見られるのは土曜日になってからですね。そして注意点の2つ目なんですが、これは全ての大口投資家のポジションが反映されているわけではないということです。これは動画の前半でもお伝えした通り、CFTC のレポートで見られる大口投資家の動向というのは、アメリカの先物取引所で取引されているデータのみということになります。加えて今回紹介した為替の動向に関しては、シカゴのマーカンタイル取引所で取引されているデータということになります。為替の先物はこれ以外の取引所でも扱われていますので、IMM のポジション動向で見られるのはシカゴのマーカンタイル取引所の取引に限定してということになります。ただこの点については、シカゴが世界最大の先物取引所で、為替先物も最も取引規模が大きいと言われていますので、特に懸念することではないと思います。また CFTC に報告されるポジションというのは全てが報告されるわけではなくて CFTC が定めた一定の規模に該当する取引が報告されます。この点からも全ての大口投資家のポジションが反映されているわけではないということは留意が必要でしょう。それから最後3つ目ですね。これは相場全般に共通することなんですけれども、絶対はないということです。投機筋のポジション動向がユーロ買いになっているからといって必ずしもユーロドルが上昇するとは限らないということ。これは先ほどのユーロドルのところでも確認した通りです。相場に絶対はありませんので過信しすぎることなくあくまで判断の一材料として見るということが重要です。このようにですね、いくつか取扱い上の注意点というのはあるものの、大口投資家が今どちらに向かっているのか、大まかな方向性をつかむには非常に有用なツールだと思いますので、ぜひこの情報も相場の方向性の判断や環境認識時の材料として使ってみてください。今回の動画に関連して合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。損切りさせられてから思った方向に伸びていくという現象がなぜ発生するのか、大口投資家の取引に関するインタビュー映像とともに解説した動画です。大口投資家の行動や彼らが一体どのような取引を行っているのかに興味があるという方はぜひ合わせて視聴してみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。